さあ本日はですね、撮影機材の中でも案外忘れがちなアイテムをレビューしていきます。それがこちらですね。サンディスクメモリーカードケースになります。この見た目こそ巨大な SD カードのようですが、その中には撮影をスムーズに行うための設計がギュッと詰まっているアイテムになります。今回はですね、実際に1ヶ月以上使ってみて、スペック、使用感、いい点と気になる点をじっくりと掘り下げていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、では今回ご紹介するこちらのカードケースですけども、カードケースで何が変わるのと思われるかもしれませんが、撮影現場で機材を片付けているうちにメディアをどこに入れたかわからなくなってしまったり、雨風の屋外でバッグの中に水滴が入ってしまってあーっとなったり、そんなカメラマンあるあるを先手で防げるアイテムという意味ではコストパフォーマンス以上のポテンシャルを持っている SD カードケースになります。はい、では外観スペックから見ていきましょう。製品名はサンディスクメモリーカードケース。この製品はメモリーカードをただ入れるだけではなく、分類しやすく持ち運びしやすく安心して収納できるというこの大きな3つのポイントがありまして、撮影編集を行うクリエイターのための設計が各所に散りばめられているカードケースになります。では大きな特徴としては、収納できる環境が複数あります。 SD、マイクロ SD はもちろんですけども、撮影現場での採用が増えている CF、CF エクスプレス、この4つの規格を1つのケースでまとめられる設計になっているというのがまず大きな特徴になります。はい、では具体的なサイズや重量、素材感を見ていきましょう。サイズ感としてはこんな感じですね。重量は SD カードが入っていない状態で約 109g。 カードケースの素材についてですが、筐体部分はプラスチックのしっかりとした素材になっていて、内側には触り心地がいいシリコン素材になっています。ヒンジ部分もプラスチック素材にはなっていますが、金属のヒンジを連想させるような感じでガタついたりすることなく、非常に滑らかに開閉することができます。まず僕が感じたのがクオリティの高さですね。ハードプラスチック製の筐体とはいえ、バッグ内で他の機材と当たったりしても折れ曲がったりしなることはほぼありません。ヒンジ部分も非常に滑らかな動きです。閉めた瞬間にカチッとロックする音が視覚的にも安心感を与えてくれます。巨大な SD カードという大胆なデザインも逆に一目で識別できてめちゃくちゃ助かります。はい、では実際の使い方をご紹介していきます。僕の場合、キヤノンのミラーレスカメラとドローン、アクションカム、こちらの構成で主に撮影を行っております。これらのカードをこの一つのケースで管理することで、バッグ内の散らばりが一気に減らすことができました。はい、では僕がですね、実際に使うときにはこんな感じで使っています。カードを差し込むときにはカード面を上にしてカチッとはめ込みます。また収納時の順番をルール化して、左上から順に容量やメーカー別でまとめておくと、パッと見た時に視認性が良くて抜き差しのミスを減らすことができます。撮影現場で使用したカードは裏返しというルールを僕のチームで運用しています。撮影終わりにケースに戻すとき、ラベルを下にして戻す。そうすることで次回どれが未使用のカードかというのが一目で分かるようになっています。他にもですね、いろいろなルールを設けて僕のチームでは運用しているんですけども、じっくり見たい方は動画を一時停止してチェックしてみてください。メディア管理の習慣、これがあるかどうかで撮影終わりのメディア整理や次回に向けての準備、この楽さが圧倒的に変わります。はい、では実際に使ってみて分かったことを3つのテストでご紹介していきます。まず1つ目、耐水テスト。ケースの上から水を軽くかけた後にケースを拭いて中を確認してみましたが、ケースの内部には水や湿気が侵入していませんでした。これはめちゃくちゃすごいですよね。もし雨が降ってきた場合でもケースの中まで濡れないというのはめちゃくちゃ安心できますよね。
一応お伝えしておきますが、完全な防水仕様ではないので、そこは注意が必要です。では2つ目、落下振動耐性について。ケースの中に SD カードを数枚入れた状態で、こんな感じでケースを振ってみても、中のカードはほぼずれておらず、ロックも開いていませんでした。撮影機材の積み込みや撮影現場での移動、振動がある環境でも安心感がありますよね。はい、そして3つ目はバッグ内の収納、運用感。実際に僕の機材バッグに一緒に入れてみるとこんな感じですね。薄型でもなくスリムとも言い難いですが、横のポケットに挿してみても他の機材に干渉はしません。実際に使う際にもこんな感じでスムーズに取り出して使うことができます。はい、では使用感のまとめですね。撮影機材の管理という意味ではかなり実用的なメディアケースだと思います。メディア管理が雑でヒヤヒヤするというカメラマンや映像クリエイターには導入する価値が十分にあると思います。はい、ではいい点と気になる点、どんな人におすすめかをお伝えしてこの動画を締めたいと思います。ではいい点からお伝えしていきます。一番の大きなメリットとしては SD、マイクロ SD、CF エクスプレスを一つにまとめて運用できるという点ですね。複数のカメラ機材を使う人にとっては荷物が減るという大きなメリットもあります。他にもですね、耐水仕様でカラビナ付きというのも結構嬉しいですね。コスパがいいというところも大きなメリットの一つだと思います。はい、ではいい点の他に気になる点も正直にお伝えしていきます。一つ目ですね、完全防水ではない。このケースには水が入り込みにくい仕様になっていますが、水没や長時間の豪雨ではちょっと不安があるかもしれません。雨の中で撮影をするなら別に防水バッグを用意しておいた方が安心です。その他にも厚みと存在感や在庫、流通に波があったりするんですけども、僕の個人的にはですね、最後の4番目ですね、ブランドロゴがデカめ。この見た目の通りかなり主張感が強いですので、この辺りのデザインはですね、人によって好みが分かれるかもしれません。はい、ではこのサンディスクメモリーカードケースがどんな人におすすめかをお伝えしていきます。おすすめの使い方はこんな感じです。一眼カメラやドローン、アクションカムなど複数の SD カードを使う人にとってはこのカードケースかなりおすすめです。はい、では逆にメディアが SD カードだけ一つのカメラで撮影を行う、移動頻度が少なめという人にはもう少し軽量、薄型のケースでも十分な可能性があります。僕はですね、このケースのおかげでカメラのバッグ内が散らばるということが確実に減りました。そういえばあのカードどこにあったっけという5分10分が撮影終わりの片付け中に減ることで時間の節約にもつながります。そういう風な細かいけども確実に効く改善というのが長く撮影を続ける上では積み重ねになっていきます。というわけで今回はサンディスクメモリーカードケースのレビューをお届けしました。めちゃくちゃ細かいかもしれませんが、ほんの少しの整理整頓、少しの安心が次回の撮影の余裕につながっていきます。この動画の概要欄に製品の情報を載せていますので、購入や検討の参考にぜひしてみてください。